OK です。はい、それでは定刻になりましたので、KD 研のですね、パート1、第3回を開始したいと思います。今回は、今カーボンニュートラルとかですね、国交省さんからも、木造の復旧というところで非常に注目されている木造、特に高層木造についての講演会とさせていただきます。まず最初に、経理研の会ということなので、斉藤先生からお言葉いただきたいと思います。斉藤先生、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。斉藤です。今日はたくさんの方にですね、ズーム参加いただいてますし、YouTube も大勢の方が聞いているかと思います。ありがとうございます。初めての方も多いと思うので、ちょっとだけご紹介したいと思いますが、私今ここにいるのはですね、お茶の水の A フォーラムというところです。もう8年経つスペースですけども、昨年の秋にですね、せっかくですので、ちょっと勉強会やろうということで、KD 研というのを立ち上げました。で、空間と構造の、接点をですね、どう考えるかというようなテーマです。で、第1回は、鉄のデザイン。第2回はメンブレンのデザインという、素材をどっちか中心にするテーマです。ということで今回は、木をテーマにしました。しかし、木のテーマはですね、非常に現代話題が沸騰しまして、いろんな、興味深い、動きがあるんですが、特に、高層の木造に対してですね、ぜひ話を聞きたいということで、今日は3人をお招きしました。非常に短い時間なので、講演会というわけにはいかないんですが、ぜひ、今日の話題提供の中からですね、皆さんからのいろいろご質問等をやってですね、いわゆるフォーラムをですね、やっていただけたらということで、よろしくお願いします。パネラーの皆さんは大変短い時間なんですが、よろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございます。はい、斉藤先生ありがとうございました。では早速ですけれども、講演の方に移りたいと思います。講演の前にですね、下の方にですね、ズームでチャットといったところがあります。そのチャットの方に、質問を入れていただけると、この後講演者の方3名講演された後にですね、質疑応答タイムがございますので、そこのところでですね、回答させていただくということになりますので、この講演の中のですね、随時チャットの方にもですね、入れていただけると、いいと思います。じゃあ早速ですけれども、今日の表紙をする。これです。プレゼンテーションの2ってやつです。ありがとうございます。共有で。出して。プレゼンテーション。紹介、どういう人か紹介してみて。どうぞ。で、つなぎましょう。ちょっとこれを説明してみて。じゃあ、まず登壇者の方をご紹介いたします。ですね、もう所属が3つあって、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、三菱重設計ですね、の方で、ご活躍されているですね、海老沢様ですね、自社グループのですね、木質化事業の取り組みといったテーマでご演いただきます。続いてですね、大林組の薬野様です。高層純木造耐火建築ということで、大愛プロジェクトについてご講演いただきます。最後に、株式会社シェルターさんですね、木造の、材料施工会社の方、足立さんになります。で、木造の最前線と今後の展望ということで、木造のことについてですね、幅広くご講演いただく予定となっております。はい。それでは、自己紹介したんですか？すいません。私はですね、今回の司会を務めさせていただきます、NTT ファシリティーズの山形と申します。よろしくお願いします。はい。それでは、海老沢さん、よろしくお願いします。まず、
小林さん、お願いします。はい、ただいまご紹介に預かりました、三菱地所設計の海老沢と申します。よろしくお願いいたします。早速ですけれども、私の方から発表を始めさせていただきます。はい。それではよろしくお願いいたします。ちょっと所属が、三菱地所と、あとメックインダストリーという会社、鹿児島に作っておりまして、今3社兼務している状態です。今日はですね、他の皆さんからも設計とか施工に関していろんなお話聞けると思うので、私からはですね、今まで携わってきたプロジェクトを通して、事業者側からの少し考えというか、高層木造の可能性を、事業者がどう考えているのかっていう点で少しお話できればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、三菱地所グループの中に、なんでキー取り扱う部署ができたのかっていうところから少し振り返らせていただきますと、三菱地所グループ自体はここにある大きくはですね、8つの事業がありまして、もともとこの住宅事業の部門の中には、三菱地所ホームという2倍で、注文住宅作っている会社がございまして、で、その2倍の躯体をですね、プレカットしたりコンポーネントしたり建て方をする三菱地所住宅加工センターという会社も、約30年ほど前から実はあった会社で、一応事業としては木材も扱ってきたところになるんですけれども、やはりなかなか近年、いろいろと利益が、売上が上がらない中で、この三菱地所ホームとかもですね、CLT とかに着目し始めたっていうところと、あとこの住宅事業部門の中にはですね、分譲マンションを扱っている三菱地所レジデンス社というものがありまして、そこもやはりマンション事業ですね、なかなかRC とかの建設事業が高騰している中で、苦戦している中で、海外でロンドンとかカナダとかで、CLT で高層の建築ができている、情報をですね、掴んだ人たちが、自分たちの、グループリソースを活用した一気通貫型の木造マンション、木造オフィス事業をやってみようという新規事業提案をして、2016年に三菱地所の中にですね、CLT ユニットっていうものが誕生しました。で、私はもともと三菱地所設計の構造設計部に所属していたんですけれども、たまたま私は木造のプロジェクトの経験もありまして、2016年にこの CLT ユニットができた時にですね、私がその技術サポートに入るということで、この事業に参画しております。手を挙げたというかですね、はい。行ってきますということで、手を挙げさせていただきました。はい。で、ここでいろんなプロジェクトで、まずそもそも海外と違って、日本って、そもそも木質構造、大きいのでできるの、できないのとかですね、そのことも分かっていなかったので、様々なアセットでですね、CLT 利用を実践して、実際に日本でどういう使い方が可能なのかみたいなことを取り組み始めましたので、ちょっとその辺の話を始めたいと思います。で、最初に手掛けたプロジェクトがですね、宮古下地島空港ターミナルで、これはですね、宮古島に宮古空港っていうのがあるんですけれども、この空港自体がですね、とてもキャパの小さい空港になってございまして、リゾートとして活性化させたいこの宮古島においてですね、もうちょっと大きい空港にしたいんですけれども、なかなかこの空港自体を止めることができない中で、宮古空港が車で20分ほど行ったところに下地島っていうところがありまして、ここにはですね、JAL とかANAのですね、パイロットの訓練場がもともとありましたので、この大型の滑走路が実はありました。で、ここに三菱地所の新事業としてですね、空港のターミナルを作って、ここを国際空港にして、より多くの人に来ていただいて、この宮古島を活性化させようというプロジェクトが始まったというのが経緯でございます。で、実際にこの離島で、RC で空港の建設の設計スタートしていたんですけれども、その時日建設計の村上さんとか江崎さんが加わっていたんですけれども、CLT ユニットができまして、なかなか離島で RC 作るのも大変な時代になってますので、このプロジェクトの屋根を CLT 化することで、工期の短縮、コストの圧縮ができるのかっていうのを検証することになりまして、ここのパースにありますような、計画をですね、村上さんにしていただいて、計画が動いていったっていうことになります。ちょっと簡単にですが、説明しますと、宮古島、沖縄県の地域財って実は鹿児島県も含まれておりまして、で、そうすると、なるべく地域財使って、木質 CLT 実現したいよねっていう中で、山佐木材さんの CLT をじゃあ活用しようとなったんですけども、空港のプロジェクト自体がですね、8メーターグリッドの R シーズンの計画だったので、じゃあこの山佐木材さんの2メーターっていう4メーターしか使えない CLT をどうやってこの大きいオーバーにするのかみたいなところから、プロジェクト結構、日建設計さんに頑張っていただきまして、最終的に出た答えはですね、GIR で
2×4 メーターの板をつないでいって、最終的には10メーター ×10 メーターの大きさの板を作り、で、その当時はですね、二方向力板として設計できなかったので、これも日系の村上さんなんですけども、強軸がこっち向いたやつと強軸をもう一個逆に向けたやつをですね、2枚重ねてっていうドッキングの CLTO 板を作って、このプロジェクトを進みました。実際に、左側が工事中の写真で、右側が竣工写真になっています。やっぱこの空港自体はですね、飛行機降りた時からリゾート始まる、まさに沖縄を体感できるような空港を作るということで、そこに木質空間がマッチするということで、事業者的にも納得していただいて、このプロジェクトが進んだんですけども、やっぱなかなか大盤で木質構造をやっていくとですね、やっぱコスト的にはなかなか下がらなくてですね、でも結果的にはこの空港を作ったことによって、三菱地所としてはこの宮古島でホテル事業もスタートさせますので、そういう起爆剤になるということで、コスト自体は高いままだったんですけれども、やってよかったねっていうプロジェクトになったっていう話になっています。で、続きまして、ちょっとこれが構想第1弾のプロジェクトになるんですけれども、パークウッド高森10階建ての賃貸マンションのプロジェクトになってございまして、計画地が仙台の北側ですね、泉パークタウンという三菱地所が40数年前から街づくりをやってた場所になります。ここの、ちょっと余ってたって言ったらあれなんですけど、ここの土地を借りて、じゃあ CLT のマンションの R&D をしてみようということでプロジェクトが始まりました。このプロジェクトは、設計施工で竹中工務店さんに入っていただいて、プロジェクトが進んでいます。で、もともと RC 像自体を、CLT で置き換えようとすると、どうしても10階建てで、地震力も大きい中でいくと、とんでもない CLT の厚みになったり、接合部がもう鉄骨像みたいなことになってしまうので、どうしてもコストがなかなか RC の躯体を抑えることができない。じゃあ、年薪履かせて、少しでも地震量を落として CLT 像でやってみるかって話も出たんですけれども、もともと工期短縮とコストの圧縮をするために CLT をどういうふうに利用できるのかっていう検討だった中で、なかなかコストがさらに上がっちゃう手法に行くっていうのは、三菱地所としてはなかったので、今回は視点を変えて、日本において最適な構想の木造のあり方って何だろうっていうことで、最終的には鉄骨造プラス床 CLT 耐震壁っていう案にたどり着いて、このプロジェクトが進みました。でもなかなか耐火構造の中にですね、CLT をそのまま突っ込もうとすると、この CLT 自体を耐火構造にするためにですね、ここに示してあるような、石膏ボードを下面40張り、上面も同じような石膏の量がいるんですが、SL プラスター60ミリっていうのが必要になりまして、実際にこのコストをですね、ちゃんと弾いてみると、下と上、両方合わせて平米2万円ぐらいの、耐火被覆だけで実は平米2万円ぐらいコストが上がっちゃうっていうことが、このプロジェクトで得られまして、で実際に RC 像だと、この平米2万円ってそもそもかからない中で、壺にすると、これだけやったら壺の6万6千上がっちゃうので、なかなかこれも事業的には、オール CLT の床にするのもなかなか苦しいっていうのが分かったプロジェクトでございます。ただ実際に、モエウッドの柱がですね、10層の床を支え、鉄骨張り、掛け渡されているところにこの CLT が掛け渡されていて、歩いてもらうとですね、誰もこれが CLT の床だとかですね、その不安に思う人もいなくて、すごい面白かったのは、現場に延べ1000人以上の見学者が来ていただいたんですけれども、やっぱ鉄骨の部材触らないんですけど、やっぱこのモエウッドだけやたら触って帰るんです。やっぱみんな木は好きっていうか、もうこういう時代になったんだね、こういうふうなことももうできるんだよねっていうことで、みんなあんま不安にも思わずにですね、これを撫でながら最後書いていただいたっていうのが印象的なプロジェクトでした。こちらがCLT の耐震壁ですね。最終的にこれが竣工したマンションのお部屋とエントランスになっています。やっぱどうしても CLT 自体は被覆して見えなくなってしまいますので、実際に荒橋で仮に CLT ができたときに、ここに住んでくださるお客様がどういうふうに感じるのかとかですね、実際に木質化する効果が、どういういい影響をアセットに与えるのかっていうのを確認するために、実は33個お部屋あるうちの計7個をですね、リビングの天井を木質化したり、壁を木質化したり、寝室を木質化したりっていろんなパターンを作ってですね、実はプレミアム住居として、ちょっと賃料を回して、稼ぎ出すの。でも結果的にこれはたまたまなのかわかんないんですけども、木質化した部屋から実はうまくいってまして、実はこういうもの自体も、投資する効果、意味があるんだ。やったなりにバックが得られるってことも分かったので、こういうのは地道に積み重ねていきたいなと思ったのと、あとこのプロジェクトを通して山佐木出しの工場をぐりぐり回ってて思ったんですけど、やっぱCLT になってるところって原木の中の、やっぱ真ん中のいいところで、側材っていうのはあんまりうまく利用されてないんで
ですよね。で、工場に行くと割と側材で綺麗なのが余ってるので、実はそういうものを有効活用しようということで、エントランスには、その CLD にならなかった部分の台を使って、少しでもこう、木をちゃんと使い切るみたいなことも、このプロジェクトからやり始めたところです。まあ、ただやっぱさっきの平米2万円上がっちゃうコスト。で、特に鉄骨造だと、鉄骨のCLT が乗ってる鉄骨張りの耐火被覆をちょっと変えなきゃいけなくてですね、トータルで耐火被覆だけで、平米換算すると3万5千ぐらいコストが上がるってこともこのプロジェクトで分かりまして、ちょっとこのコスト高をどう消していくのかっていうのをうまくやらないと、まあなかなか鉄骨プラス床 CLT っていうのも採用が事業者的にはきついっていうのが分かったプロジェクトでした。まあ、ただ高いからもう諦めましょうっていう風になるのももったいないので、次はパークウッドオフィス岩本町のところで8階建てのオフィスを実はやっておりまして、こちらはその高かった耐火被覆を少しでも安くしようと思いまして、高森の時は、この CLT が乗っかってる鉄骨の梁の被覆をですね、ケーカル板 35mm 20張りだったんですよね。鉄骨の表面積あたり、約2万円ぐらいかかっちゃう鉄骨だったんですけども、それだと高すぎるので、この岩本町ではですね、通常の巻き塀に、鉄骨の梁にはですね、冷えピタみたいに石膏ボードを実は内側の鉄骨自体に直張りするっていう、耐火接着剤で強化石膏ボードを無理やり貼り付けまして、鉄骨の梁の温度が、まあ、100度を超えようとすると、貼ってある石膏ボードの水分がそれをこう、温度上昇を防いでくれるっていう仕組みで、実は新しい被覆を作っています。そうすると高森でやった時の、まあ、半値ぐらいの金額で、まあ、それでも表面積あたり1万円ぐらいかかってしまうんですけど、一応そういう工夫をして、針貫通もできるようにしたり、外装系のピースも、貫通してもいいような仕様を実は作っているので、まあ、鉄骨プラス床 CLT をやる方は、まあ、このディテールを参考にしていただければ、少しコストを抑えてやれるかなと思ってます。あと2時間耐火で平米2万円かかっていたので、ちょっと1時間耐火用でオリジナルのまあ、告示の1時間も出てるんですけども、一応 CLT に強化石膏ボード21プラス15ミリで下面ができて、SL プラスター使うときは40ミリでできるっていう仕様もここで作って、少しでもまあその平米2万円というのを薄められるフロアを作ったっていうのがこのプロジェクトの特徴です。で実際に鉄骨のトビさんたち自体はですね、高森とは全然全く違う人なんですけども、やっぱトビさんっていつも何でも上げて下ろしてる人たちなので、まあ、鉄骨の梁にですね、こういう位置決めのピース、これも高森の時に竹中さんの知恵で教えてもらったやつなんですけど、こう、ガイドになるものさえあれば、トビさんはそこをめがけてどんどん落としていくので、施工性は非常に良かったです。はいで、次に、手掛けたプロジェクトが、去年の10月に開業しております、札幌大通公園沿いに、札幌の、この時計のタワーがあってですね、そのそばに立っているザ・ロイヤルパークキャンパス札幌大通り、こちらの紹介をさせていただきたいと思います。で、こちらはですね、まあ、先ほどは10階建て鉄骨プラス床 CLT でやったんですけれども、まあ、さすがにそれで行き着く先っていうのが見えてきたので、もうちょっと違う手法で、特に日本に多い、まあ、8階建て、6階建てとか8階建てぐらいを狙った時に一番コスパのいいまあ、ハイブリッド木造が何なんだろうということでチャレンジしたのが、まあ、RC 像やっぱ安いので、安い RC 像の上に安い木造をそのまま詰めない。3階建てぐらいまでの耐火木造の老建施設って坪60万とか70万ぐらいでやられてる人だった人がいるので、じゃあ、坪70とか坪80ぐらいで木造が、2倍の木造が載せられれば、トータルの開発費用が落とせるので、まあそういうことができないかっていうので取り組んだプロジェクトになります。まあただやっぱりこう、地べたで3階建てやるのと、こういう高層の上で3層やるのって全然話が違うので、最終的に高体力壁を開発したりですね、床は CLT でやって施工性を高めたりとか、まあちょっと様々な工夫を最終的には突っ込んで、プロジェクトをなんとか成功に導けたところになっています。この席はね、三菱自主設計が単独で、なんとか頑張ってやりました。後輩からはすげえブーイングを送られました。もう、海老沢さんに騙されてむちゃくちゃしんどい設計を。現場もすげえ大変だったと言われたんですけど、でも出来上がったホテルがですね、非常に評判が良くて、最終的にはやっぱり携わって良かったですというふうに言ってもらえたんですよ。設計の途中はもう、こんなプロジェクトをやらされてみたいなのもちょっとあったんですけど。はいで結構面白いのはですね、
これ見て喋ると、あ、そうですね。顔は見えない。で、このプロジェクトは、地産地消を掲げてまして、動産材のトドマツ CLT を使ったりとかですね、あと内装自体も、動産材の木材を使ったり、家具とかもですね、道内の家具の職人さんたちに入っていただいたり、結局はその建築のハードなところだけじゃなくて、レストラン自体の食材とかですね、あらゆるものを、北海道を体感できる、ホテルにしようということで、そういうコンセプトになりまして、携わってくれるいろんな方々がですね、いろんな評判を前に伝えてくださって、稼働率がむちゃくちゃ、このコロナ禍なんですけれども、8割、9割、超えてる状態がずっと続いているので、三菱地所の中ではですね、次はどんな木造化しようかって話が、実はホテル事業の中では出ています。結構端材利用はまだまだ結構こだわってまして、実はこの左側の写真のこの左のこれですね、これ CLT、トドマツ CLT 作った時の側、落としたやつを少し削って綺麗にして、使ったりとかですね、そういうこともやったり、あとはこのホテル、泊まった人から一部クレームが出たことがあるんですけど、実はテレビないんですよ。テレビないんですけど、実はない理由がありまして、レコードが実は聴けるようになっていて、そのレコードが実はトドマツのスピーカーから音が聞けるっていう。せっかくなので、北海道に来ていただいて、このホテル泊まっていただいた中で、いろんなものをこのお部屋で感じていただきたいので、ホテルって結局テレビ見てくつろぐ人ももちろんいるんですけれども、せっかくだったらいろんなものを体感してほしいということで、いろんな思考を凝らして、RC のフロアにはですね、私が開発したこの MI デッキって今 MI 社で販売している製材型枠なんですけど、RC のお部屋だから、木使わないところじゃなくて、RC の場所でもちゃんと木を、活動しやすいような、お部屋作ったり。あとは木造の部屋、逆に言うと耐火木造なので、全く木のフレームは見えないんですけれども、ふんだんに木質化を動産材を使うことによって、心地よいお部屋作ったりとか、建築だけじゃなくてですね、いろんなところにこだわりを持っていくと、出来上がり自体はですね、もっともっといろんな反響を呼ぶことが分かったので、自分だけで頑張らないで、いろんな人を巻き込んで、プロジェクトを、なんとか成功に導いていけると、よりいいものになっていくのかなっていうのを感じたプロジェクトでした。で、ちょっと今までやった課題点を簡単にまとめますと、やっぱ耐火の話が一番でかい気がしています。どうしても耐火被覆のコスト増っていうのが、高層、特に超高層になっていくともう、相手は鉄骨造か RC 造なので、そうすると、そもそも鉄骨造も被覆は結構安い中でいくと、さっきの平米2万円だったり、下手すると平米3、4万かかっちゃうみたいなコスト増をいかに圧縮できるか。で、特に、内装制限が、オフィスとか1000平米超えるとかかってきて、最終的に耐火被覆なくても、不燃の CLT じゃないと表しができないとかですね。まだまだちょっとそういう大きいハードルがあるので、このあたりをですね、いろんな人たちを巻き込んで、国交省とかいろんな人たちを巻き込んで、もうちょっと使いやすい環境を作れないのかっていうのを、三菱地所としては始めてまして、そういうものがもうちょっと5年、10年先使いやすくなってくればですね、いろんな人たちが開発している、いろんな技術がさらに高まってきた中で、もっともっといい高層建築できるとは思ってまして、今、三菱地所設計ではですね、実案件で、まだあまりオープンにはできないんですけど、100メータークラスの、案件を木造化する検討も実は行っています。でもやってみると、100メータークラスの柱になるとですね、やっぱ、1階の柱が2メーター角ぐらいカラマスでも必要になっちゃったりとか、結構とんでもない部材になってしまって、12万平米ぐらいのオフィスビルの検討をやってるんですけども、やっぱりじゃあ柱だけで1万立方を超えちゃうような木材使用量になっちゃったり。そうすると、原木調達を、2年半ぐらい前から、建て方する2年半ぐらい前から原木を集めて製造してみたいなこともやっていく。なければ、実現できないことも分かってきたので、そのあたりをですね、いろんな人また巻き込みながら、本当にそういうものを実現しようとしたときに何が、日本はできて、今何がまだ足りないのかみたいなこともこれからやっていこうと思っているところになっています。で、ちょっと話が伸びてきちゃいましたけども、先ほど少しお話ちょっと登場したネックインダストリーの紹介だけちょっとさせていただきます。鹿児島のですね、アイラ郡湧水町のところに今工場、こちらですね。製造棟で約2万平米ぐらいありまして、あと製材棟とかですね、オフィス棟と、あと食堂棟とかをやっておりまして、今まさに工事がそろそろ完了しそうで、4月からフル稼働する形になります。一応 CLT も作っていきますけれども、ここでやっていく、プロジェクト自体はですね、今までいろんなところを回らせていただいて、この林業、木材業界が抱えている課題っていうのを、なんとかいい形でさらに発展できないかということで、
仕組みの再構築、自分たちだったらこういうビジネスモデルを作れば、より安価に、よりいいものを提供できるんじゃないかっていうことを考えて、メイクインダストリーの実は作っています。ちょっと話飛ばしていきますけど、まあ、そのうちの一つが、先ほどの、まあ、課題の中で、まあ、今すぐに CLT とか修正剤で大きいものを作るっていうのはなかなかコストが合わない中でいくと、やっぱり今、もう事業の開発費の中で使える木材アイテムっていうのをまあ増やして、まあそういうものをいろんなところで使って、切ってやっぱいいんだねっていうことを伝えていけるような建材を作っていこうということで、そんなにコストが上がらないで使える型枠を実は開発して、販売も始めてます。実際にこれが敷いているところの風景ですね。で、実際に完成すると床 CLT が表しで、使えているような空間ができるっていうような商品を実は作って提供しています。これが竣工した案件の写真です。この右上のやつがですね、博多の駅4丁目のところで作った、博多深見パークビルという建物でもやりましたし、あとはメックインダストリーの食堂等のところでも、この下の写真ですね、実際に鉄鋼層でも使えるということを、やっと示せました。ようやく今10件ぐらい、竣工案件も出てきていて、いろんな方から問い合わせいただいているので、もしご興味ある方おられましたら、私かメックインダストリーにご連絡いただければなと思います。あと最近読売新聞さんとかでも少し取り上げていただいたんですけれども、戸建ての住宅の事業も実は始めてます。もともとは戸建ての住宅をやりたかったわけではなくてですね、実際に今現場から職人さんたちがどんどん減っていく時代の中で、やっぱプレファブ能力をさらに高めていくことが必要なんじゃないかということで、まあ、そういうプレファブできる能力を持とう。で、プレファブでなんかやっていこうと思った時に自分たちまだ素人集団なので、一番ハードルの低い戸建てぐらいの規模から、プレファブ能力を高めていこうということで、戸建て事業を実は始めました。原木を買ってきて自分たちで製材をして、自分たちで CLT 作って、自分たちで工場の中で箱にして、その工場の中で内外装をつけたり、重設を乗せられるだけ乗せて、まあそれをトラックで出荷して、現場に出来上がった基礎の上にポンポンポンって置いて、つなぎ目だけ工事すれば完成するっていうお家を、製造販売していく形になっています。これも4月からですね、実案件で、実はもう予約も始まっておりまして、進めている事業です。こちらが試験棟をやった時の写真ですね。ちょっとこれ、外装ついてないんですけど、実際外装もついたものを実際に運んで、これを並べて、つなげるこういうお家ができるよっていう、木プレファブ工法も実は始めました。はい。ちょっと駆け足で最後バタバタしちゃいましたが、私からのご紹介は以上になります。ありがとうございました。はい。リサーさんありがとうございました。構造設計者が事業者側に入っていくと、なんかいろんなことできて、すごいんだなっていうのを感心しました。はい。で続いて、大林組の白野さんにお願いしたいと思います。はい。はい。こんばんは。大林組の白野です。本日はこのような発表の機会をいただきましてありがとうございます。高層純木造耐火建築物 OI プロジェクトと題しまして発表させていただきます。大きく4つの項目で、説明させていただきたいと思います。計画の概要と、建築編、構造編、施工編というふうでお話しさせていただきます。まず、計画の概要としまして、背景ですとか、高層純木造に取り込む意義というところを説明させていただきます。大林組は2050年のあるべき姿として、サーキュラーコンストラクションを掲げて、長期ビジョン、大林サステナビリティビジョン2050を策定しています。長期ビジョンでは、脱炭素、価値ある空間サービスの提供、サステナブルサプライチェーンの競争の実現を目指し、その一環として積極的に木造建築の推進を図っています。OI プロジェクトというのは、弊社の研修所施設なんですけれども、木造建築を推進していく上で、中高層木造の実現に対応するための技術力強化が必須の命題と考えておりました。
そのような背景の下で、自社の研修施設としてそのあり方を突き詰めた結果、高層建築物の純木造にチャレンジしようということになりました。で、本計画は地上部分の柱と梁と床、壁、すべての構造部材を木造とした高層純木造耐火建築物です。続きまして、建築編としまして、建築計画の概要と耐火構造の技術について説明いたします。こちら、完成パースです。建築の概要ですけれども、敷地は横浜市中区 JR の関内駅の近くの、繁華街でして、弊社の旧横浜支店ビルがありました跡地に計画しております。敷地面積が約560平米、延べ面積が約3600平米の高さ 44.1 メーターの計画です。地下1階、地上11階のうち地上部分を純木造としています。で、免震構造にしていまして、地下1階の中東に免震材料を配置した中東免震の建物です。工期が2020年の3月に着工しまして、2年の工期で、間もなく竣工、来月の竣工を迎えるというところに来ております。建物の概要としまして、こちらが基準階の、平面構成です。通りに面した南側を研修スペースで、奥の北側を宿泊室で、その間をエレベーターと、シザース階段で構成するコアの構成となっています。で、続きまして、断面の構成ですけれども、こちら南側の研修スペースを縦に切った断面になりますけれども、上の方は大研修室ということで、9階に2層吹き抜けの大研究室。で、各階に吹き抜けのある研修スペースを設けてまして、低層の部分にはプロモーションスペースとして外部に来ていただけるような、外部の方も見ていただけるようなことを考えております。パースをいくつかご紹介します。こちら、エントランスのピロティ部分です。2階の吹き抜け部分の CLT。で、研修スペースです。こちらも研修スペースです。こちら、宿泊室。こちら、9階の大研修室で、CLT の天井を続きまして、耐火構造技術に関してご説明いたします。柱梁の耐火構造としましては、弊社の耐火構造技術、オメガウッド耐火というのを採用しています。これは汎用サイズのエンジニアリングウッドを硯材で束ねて大断面化する弊社のオメガウッドという技術と、その周りに燃え止まり層として石膏ボード、燃え代層として木材を巻いて、耐火構造とする技術です。特に今回1階の柱ではシェルターさんの技術提供をいただきまして開発した3時間耐火まで使用しております。で、建物全体としましては、このオメガウッド耐火と、あとは告示によりますとか、認定によります、耐火構造を活用しまして、全体をメンブレン形式の耐火、建築物としております。続きまして、構造編としまして、構造計画の概要と、高層樹木造に用いた構造技術、それと、耐震耐風設計の概要についてご説明します。こちらが、構造の概要です。加工形式としましては、一方向は純ラーメン加工。で、もう一方向は CLT 耐力付き壁の、ラーメン加工としています。代表的な断面は柱サイズが 500×700、梁サイズが 500×900。CLT の床は 150mm 単層3プライの CLT。で、それを2枚重ねて 300mm にしたものを CLT の耐震壁として使っています。木材料としましては、A 種 LVL、カラマツの LVL と、を柱入り。で、集成材の、
カラマツの集成材をコバリン。で、CLT は杉材です。接合部材としましては、ドリフトピン、DIR 鉄筋、構造用ビスなどを用いていまして、後ほど少し詳しく説明しますけれども、木質支口パネルと称しまして、カラマツの超厚物合板、200ミリの、合板を採用しております。こちらが、構造計画で、左が構造模型、右側に、基準解の付図を書いております。で、X 方向は純ラーメン加工を4フレーム、並べた加工計画としています。で、Y 方向は、両つま面に耐震壁ラーメン加工を2フレーム計画してまして、この両つま面で全ての水平力を負担するという計画にしています。で、この、耐震壁ラーメン加工の方は、奥の方には CLT の耐震壁を配置していまして、で、そこだけで力を背負ってしまいますと、やはり構想にしたときに、足元に応力が集中してしまうとか、加工自体、応力が偏ってしまいますので、フレーム全体で、応力を負担させるというために、建物の手前部分の側面に耐震針と称しまして、フロアの中間レベルに鋼接の針をもう一段入れて、構成を高めています。こちらが、軸組みになりますけれども、X 方向が純ラーメンのフレーム、Y 方向が、耐震壁と耐震針の入ったフレームになっております。こちら加工詳細ですけれども、ラーメン加工の詳細です。で、ラーメン加工において、曲げ応力の小さい柱と針の中間部分に、現場の継ぎ手を設けていまして、で、柱針の合接部を支口ユニットとして、もう十字加工の形を工場で製作したものを現場に運んでいくという計画にしております。で、こちらは、耐震壁、CLT 耐震壁の詳細になりますけれども、やはり、壁を入れてしまうとそこでもうかなり合成が高くなって、力が集まってしまうので、それを避けるために、まず柱と針と壁の間には50ミリのクリアランスを持っていまして、直接、ウッドタッチで応力伝達することをないように、ドリフトピン、後半装置のドリフトピン接合部で応力伝達をして、力を負担するということにしています。で、またその後半の、ドリフトピン穴なんですけれども、CLT を固定する側を少し大きなルーズホールにすることで、わざとクリアランスを設けて、ある程度変形したところで壁が効くということにしています。これによって、加工全体で力を負担するということを考えています。こちら免震構造の計画になりますけれども、建物の地下1階が、機械室になるんですけれども、その中東に10基、球面滑り支障を配置しています。で、球面滑り支障というのは、振り子の原理を利用した免震材料になりますので、今回、S 像や RC 像に比べると比較的軽量な建物に対して、重量に依存しない免震性能を発揮できる装置として、球面滑り支障を採用しています。あと、ダンパー材としましては、減水コマを4基採用しているんですけれども、こちらも、市街地の敷地の中でできるだけ大きな建物を作ろうということで、免震クリアランスを450ミリと、通常より少し低めに設定しています。で、そのために地震時の免震変形を抑制する必要がありましたので、振幅から、効率よくエネルギー吸収できる材料として減水コマを採用しました。こちらは基礎の計画になります。直接基礎の計画です。ここはもともと6階建ての RC 像のビルが建ってたんですけれども、それを解体して、その時に既存の定板を残して、その上に新築を計画するということをしました。これによって、基礎工事を縮減して、短縮にも貢献したと。
で、木造なので、やはり RC 像と比べると軽量ですので、11階建てでも直接基礎で計画できたということがあります。で、ここからは高層純木造用の構造技術についてご説明いたします。金物を使わない豪雪支口ユニットとしまして、こういった3層構成の十字加工を開発しました。で外側の加工は、柱の LVL が縦に通っているところに、梁が、GIR 接合でくっついていると。で、真ん中の、中の構造は、厚物合板、超厚物合板を立たせて、そこに上と下から柱が面タッチでくっついてくると。これをしっかり、押し付けた上で3層を綴り合わせるという構造計画にしています。これによって、これを、工場で材料の、結合精度をしっかり確保することで、柱梁接合部の構成を確保するということです。で、構造性能実験をしています。で、今回建物の設計に構造設計に使った、合成値ですとか耐力値というのはすべて、この材料、加工試験によって、実材の加工試験によって評価しています。基本性能を確認するためのプレ試験というのを2台やった後、建物の設計用に合計5体の、試験を行いました。で、基本形となります、B の2の1から B の2の3というのは同じ形の十字型の試験なんですけれども、これで、構成値ですとかばらつきを評価して、許容耐力の設定に反映しております。こちらが、代表的な実験結果の概要になります。横軸が相関変計画、縦軸が柱の先端力です。で、繰り返しの火力に対して、約100分の1程度で、荷重で言いますと300キロニュートン程度までは弾性範囲を保っています。で、そこからさらに振幅を上げていきますと、まず GIR の鉄筋が降伏して、その周りの木の滑裂ですとか、GIR の抜け出しを伴いながら大変形まで行くと。で、多少、木がパキパキと割れたりはするんですけれども、10分の1まで、荷重は保持されるということが確認できました。で、下の薄く点線が書いてますのが、プレ試験の結果なんですけれども、これは右下に写真がありますように、大変形時には、抜きの部分がもう割れてしまって、合成が、体力が低下していったということが確認されました。この抜きの部分に、木質支口パネル、超厚物合板を使うことで、人性能が大幅に改善したということが確認できました。で、設計としましては、あくまで、弾性設計、レベル2の地震に対しても弾性を保つというところで設計をしておりまして、それ以降の人性能というのは、想定以上の外来に対して、定性的な破壊をすることがないようにということで、設計をしております。こちらは設計の効力解析の概要ですけれども、汎用の解析プログラムを用いて、ハリタンの回転バネに先ほどの実験で評価した合成を落とし込むことによって、加工の合成をモデル化するということをやっております。こちらは体力の方になりますけれども、実験で評価した弾性原体力と許容体力をそれぞれ設定しまして、丸で書いているのが地震の応答になりますけれども、レベル2は許容体力以下、失礼しました。レベル1が許容体力以下、レベル2は弾性原以下に収まるということを確認しています。この体力と合成を実験で評価したということです。CLT の耐震壁に関しては、部分的に FEM 解析で合成を評価して、それを全体のフレームモデルとやり取りをしながら設計をしました。こちらは、抜き材に用いた木質支口パネルの材料試験ですけれども、こちら、ノンジャスの材料ということで、
今回の建物で使う材料として、実験で先端体力ですとか、先端強度ですとか、めり込みの強度とかを評価した上で材料として使ったという経緯がございます。ここからは、耐風耐震設計の概要になります。大きなクライテリアとしましては、長期は長期許容力度以下で、変形を抑えると。たわみを300分の1、250分の1に抑えると。で、木材ですので、クリップ変形を考慮した上で検討しています。で、レベル1の概覧に対しては、短期許容力度以下で相関変形角200分の1。レベル2に対しましては、弾性限体力以下で相関変形角120分の1。先ほどの実験でもありましたように、変形性能としてはもう少しあるんですけれども、外装材の追従ですとか、そういったことを考えて、今回は120分の1に設定しています。こちらは免震材料の、クライテリアですけれども、球面滑り支障の許容面圧は60ニュートンが長期、短期はその倍です。で、免震層の変形は最小400ミリ以下という設定をしています。で、こちらが設計用の総先端力を地震力と、風荷重で比較したものなんですけれども、赤い実線が、レベル2地震荷重です。で、赤い点線がレベル2の風荷重です。なので、やはり地震力の方がまだ大きい。木造なので軽い、比較的軽量ではあるんですけれども、で、かつ40メーターと、構想にはなるんですけれども、地震力の方がまだ大きい、というところです。こちらは、設計用に用いた地震動の入力、速度とスペクトルです。北磁波3波と、気温観測3波と、長周期地震とサイト波として関東地震を検討しています。こちらは地震応答解析モデルです。11失点の、失点圏モデルで免震層に免震材料を配置しています。上部構造の減衰をどう設定するかというところで議論はありましたけれども、基本的には 5% ということを考えておりまして、別途安全側の検討として 3% の検討も行って安全性を検証しています。こちら、建物の一時固有周期ですけれども、基部固定で 1.7 秒程度で、免震化したところで4秒程度になるということです。40メーターですので、だいたい 0.04、失礼しました。0.04H 程度という硬さです。で、こちら地震応答です。レベル2の設計予想先端力はベースシアで 0.142 です。で、応答解析です。応答変形の方ですね。クライテリア120分の1と設定していたんですけれども、最終的に最大応答変形150分の1程度に収まりました。で、風荷重に関しましては、耐風設計としまして、免震層を、レベル2風荷重に対しては免震の、滑りを許容しまして、ランク C という設定にしています。ですので、風応答に対しても自国歴応答解析を行って、検証を行いました。で、自国歴の送風力を入力して、これは免震層の自国歴変異なんですけれども、平均成分に対して140ミリ程度動いたところから進歩して、最大200ミリ程度、変形するんですけれども、クライテリアの中には収まっているというと、あと、長期的には、修道距離を評価しまして、免震材料の性能の中に収まっているということを確認しています。で、最後に、施工編としまして、施工時の課題と対策についてご紹介します。
こちら、建築工事に先立ちまして、一部分の出題モックアップを、作って、施工試験を行いました。で、そういったところで、いろいろ施工的な課題を抽出しまして、やはり一番は、材料の変形だと。で、水を吸って材料が変形してしまって、膨らんでしまうっていうようなことがありました。で、この緑色は、防水フィルムを貼ってるんですけれども、材料の小口面ですとか、水を吸い込むところには、こういった、防水の対策をして、建物、材料の変形を防ぐ。そういったことを管理したので、現場でドリフトピン接合をするときに穴が合わないんじゃないかという懸念があったんですけれども、結果的に、穴はしっかり合っていまして、ハンマーで打ち込むということで問題なく施工できたということがありました。で、建て方の状況です。もともと、RC とか、S 像のコート、を想定しまして、だいたい10日でワンフロアっていうタクトを組んでたんですけれども、だんだん、熟練していって、最終的には7日ワンフロアということで実現できました。で、以上になりますけれども、皆様のご協力をいただきまして、おかげさまで、これ現状ですけれども、まもなく完成というところに来ております。で、最後に、OI プロジェクトのホームページがございますので、こちらで工事中の写真等も見れますので、よろしければご覧ください。どうもご清聴ありがとうございました。屋上はですね、手前側は、屋上は、設備機械を置いています。グリーンは、植栽があるんですけれども、はい。そうですね。手前側には太陽光パネルと、で、空いた植栽を置いております。はい。まだ、今最後、ほぼ完成しまして、あと完了検査とした検査を。はい。薬野さんありがとうございました。非常に、高層の木造ということで、いろんな工夫がされていて、またまだ話聞きたいなというような感じですね。はい。じゃあ最後に、シェルターの足立さんにお願いしたいと思います。顔見せていただいてから。顔見せていただいてから。そうですね。はい。はい。違う。すいません、こんばんは。シェルターの足立でございます。本日はこのような機会をいただきましてありがとうございます。そうです。違う。まだ入ってるんですか？おや、少々お待ちくださいませ。頑張れ。よし。すいません、ちょっとパソコンが人見知りました。はい、ありがとうございます。はい、では早速ですが、お話の方を進めてまいりたいと思います。今回はいただきました
お題がありまして、そちらに沿って少しお話を進めてみたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。高層木造ということで、今いろいろ発表なされたところもありまして、ここ数年という意味では、木造も高層化の実例が増えているということで、その可能性と、また、今日本が抱える課題というようなところもですね、少し木造分野でですね、お話進めてまいりたいというふうに思います。その前に、今年ですね、私どもも、お手伝いをさせていただいてます、高層なプロジェクト、あるいは大規模なプロジェクトをですね、先に少しご紹介をしながら話を進めてまいります。木造ですから、その木造の良さとかですね、メリット、また課題なんていうことが様々ありますけども、都度お話ししてまいりたいと思います。こちらがですね、今、現在ぐらいのところでですね、日本国内に、高層木造というようなことでですね、建築、進んだもの、またこれから、するものというようなことで少しまとめさせていただいております。右側の3つはですね、実は海外の、ものでございます。一番右がノルウェーで、次がオーストリア、右から3番目がカナダということで、それ以降が全部日本の記事ということになっています。先ほどお話しなされました、海老沢さんがご担当された、建物も、ロイヤルパークということで、入れております。階数と、その高さあたりでちょっと並べてみましたので、少し間違いがあればご容赦いただければというふうに思います。また、先ほど発表されました、大橋組様の OI プロジェクトということですね。ここ多分数年、もう5年ぐらいの単位でですね、ここまで日本が、世界が進んでいると言われてますけども、かなりキャッチアップしてきているのではないかというふうに思います。で、少し大型のものに、お手伝いを今年からさせていただくプロジェクトを3点ほどご紹介したいと思います。こちらは、本来であれば東京オリンピック前に、進む予定であったんですけども、豊洲の、プロジェクトでございます。実際、奥の方はビル棟があって、高層棟があって、手前側が木造棟、地下1階、地上3階のプロジェクトですね。いわゆる低層棟と言われてますが、規模は大きくて、延べ床4500平米ほど、500坪ほど実はあります。地下は駐車場で大型バスが入れて、1階も店舗がありますので、大型バスがそのまま乗り入れて、お店に入れるというようなプロジェクトですね。今年、着手で、木造の方は、今の予定ですと、来年の今ぐらいにはある程度、立っているというような状況に理想です。内部は、昔ながらの江戸を、表すような。お隣が、豊洲の市場ということから直結してますし、駅のデッキでそのままここに直結するということもありまして、こういった雰囲気を表したいということで、木造化を進めているという状況です。続きまして、先ほど、プロジェクト並んでますが、こちら銀座7丁目に今、始まりますプロジェクトですね。地上12階。先ほど、海老沢さんの方からも話ありました、形態、いわゆる構造形態同じかと思いますが、地上、12階建ての建物で、上4層が、木造。こちらの方は軸組工法ということです。建の共用部分、エレベーター、階段とありますが、そのこだけ平面的には鉄骨造ではありますが、手前側は軸組で組んであるというようなプロジェクトです。こちらが今、日本橋の兜町で、今月ほぼ竣工する予定ですが、こちらの方も根構造ではありますが、いわゆるメガストラクチャーというような形の中で、真ん中に絵がありますけども、SRC で、床ベースで言いますと4、7、10のところを、床は作りますが、その間の少し、
オレンジ色というか木の色してますが、2、3、5、6、8、9の床層だけですね、木造の床を敷きまして、右側に写真少しありますけども、この構造で作ったプロジェクトでございます。こちらがこれから始まる予定ですが、千葉鎌ヶ谷のですね、15階建ての、プロジェクトですね。1、2階が商業施設、2階が事務所入ってますが、基本的には共同住宅ということで、ちょうど JR の鎌ヶ谷駅前に立つ予定でございます。1階のみ RC で、その上がすべて CLT で組むプロジェクトになっております。少し平面を見ていきますと、このような配置になっております。免震構造を、免震層を1層の方に入れまして、1階が店舗、2階が事務所、その上3階から15階までが共同住宅ということです。上の方は1時間、4層は1時間耐荷、また、中間層はですね、2時間耐荷ということで、2階から2時間耐荷ということになっていきますが、真ん中の方に平面ありますけども、円形配置になっていまして、ちょっと黄色みがありますのが CLT の壁組みでございます。7枚フィンがありまして、正確には14角形というような組み方になっております。工法的にはCLT 工法そのものなんですけども、工法的に見ますと床がちで壁を乗せていきますと、木は柔らかいものですから潰れることを想定しまして、壁の部分は実は床を貫通してつながるようにしてめり込みを考慮しているということですね。右側の方は足元を少し重くして、なるべくちょっと揺れてますけど、引き抜きを減らそうというような組み方にしております。はい。これから始まるプロジェクトということでございますが、15階建てということです。で、ここからが、先に事務局の方から、もうちょっと広い意味でということで、いただきましたご質問に対して、約7つぐらいありましたけども、お答えしてまいりたいと思います。ちょっと幅が広いので、時間を見ながらですね、お話ししてみたいと思います。日本の状況と世界の状況と、また法律とこれからの将来性と、みたいなところが幅広くありますので、できる限りご回答したいなと思って作ってまいりましたので、進めてみたいと思います。まず最初の、質問にありますけども、これから進めます木造、需要というようなことですが、今様々進めておる中で言いますと、木造がということで、左側の方に絵がありますけども、これは国交省も林野庁もいろいろ進めております。木は今まで住宅ぐらいしか使われてなかったんですけども、これからこういう非住宅、いわゆるビルものも大きいものも、都市部に立つものもなるべく建てられる、今まで作ってない分野に建てようというようなことで、この絵はどうかということで進められているものです。で、実は今回のお題で能力は大丈夫かと。こんなに木造をみんなやり始めて、日本の木材は供給できるのか、確保できるのかというご質問なんですけども、右側の絵というのが、これは木材の需給表というのが毎年出されるわけでございますけども、これをご覧いただきますと、2020年度はですね、基本的に需要に対して供給がマッチしているかというようなことから言いますと、十分対応できていますというようなことでございます。使っていますのは CLT、あるいは集成材、様々ですが、一つ後ほどお話ししたいんですが、その量は増えている、需要が増えているんですけども、増えている量がちょっと問題があるなぁなんて思っていますが、これが自給率を表してまして、林野庁も国も進めておりますのは、今まで7、8% ぐらいまで低下していたものを 50% に持っていきましょうと。海外から買っているんじゃなくて、日本に山があるんで、日本の山の木をいっぱい使いましょうというようなバランスを取りたい。その自給率を 50% にしようというのが国の目標でございます。今、ここに言いますと、いい線に来ておりまして、41.8% というのが令和2年度のデータでございます。目標が
近づいているというようなことではありますけども、一方この自給率の構成を見ていくと少し注意しなくちゃいけないのが、いわゆる製材用材と書いてありますけども、これは先ほどの建物に使うような構造材を示しているわけでございます。もう一つは合板を作っている、パルプを作っている、燃料を作っている、あるいは椎茸用の丸太を作っているみたいなところがいっぱいあるわけなんですけども、実は自給率が伸びてるんですが、去年伸びたのを正確に見るとですね、溶剤が伸びてるわけじゃなくて燃料が伸びてるっていう状況にあるんですね。で、この燃料は本来丸太の中で使えない枝打ちしたようなものとか、丸太の1番玉、2番玉を取った3番玉の先の方の構造材に使えないものを燃料に使えばいいんですけども、実はその需要に合わせて本来構造材に使うべきような丸太を実は燃料に使ってるっていうような現状も場所によってはあるというようなことをですね、なんとか日本全体で見ると変えていかなくちゃいけないのではないかなというように感じています。続きまして、この2番目になりますが、加工機がどのぐらい進んだのか、50年ぐらいでどのように変化したのか、どのようなものに対応できるようになったのかということなんですが、そもそも木材はですね、プレカットというもので、今住宅がほぼ作られています。ここの左側のデータにありますように、1980年代から見ていきますと、大工さんの数が減っていく一方、プレカット率っていうのが逆に右肩上がりになっている。ほぼ大工さんが下小屋で住み付けのみで穴を開けてっていうのがなくなってプレカットに変わって、今これは2015年までのデータですが、ほぼ 100% プレカットに頼っているというのが現状です。よって木造という構造体はプレカット工場から生産されるということによっても言っても過言ではない。でも一方では右側の方を見ていただきますと、日本のプレカットという考え方は在来軸組工法のプレカットになってまして、ほぼ CNC という、NC の加工ができていますが、それをマシンを動かすための CAD というのが、そのマシンのために作られてきたために、日本独自のCAD キャムラインに実はなっているという現状が実はあります。結果これは世界とマッチしてないっていう意味で、日本だけガラパゴス化しているのではないかという今問題も一部ではあります。今後考えていきますと、どんな世界でも BIM というような全体的な設計の流れを考えていったときに、構造設計者がいたときに、プラットフォームの、フォーマットの出し入れができて、それが最終的にデータが活かされてプレカットができるラインが理想ではあるんですが、実はそういったところに至ってないのではないかということでございます。これがいわゆる在来のものですが、プレカットっていうのは、例えば上の絵が2つありますけども、あり次ぎ、オスメスがあって、右側もオスメスがありますが、左側は実は大工さんが刻んでいたような形なんですけども、右側はマシンで加工しますので、円運動で大体似たような形を作ります。ですから、どこかが丸い部分が存在するわけですね。左側はあり次ぎにもきちっと直線で組まれてますけども、プレカットというのは実はこういう円で稼働して加工する。で、これは A という加工指示だけで済むので、極端にありが長い短いなんてのは実はなかなかできないというのが実は現状です。でも早いです。で、これが発展していきますと、先ほどの CAD キャムラインのプラットフォームをやっぱりいろいろ考えていく必要性があって、一番上の方に BIM とありますが、よく皆さん使われてます、アーキキャドとか Revit あたりが衣装系のプラットフォームの3次元、3D のCAD だとしたときに、そこのデータベースが構造のプログラムと連動して出し入れができるか。で、そこで設計したものを一度プラットフォームに戻して、またプレカットの NC 加工ラインが動くかっていうのが今、一生懸命やっているところでございます。これが、今後進んでいかないと、新しいデザインのための加工っていうのがやはり到達できないのではないかというように思っています。で、そういったことを、実はいろいろやってきてまして、私どもはどちらかというと材料を加工するようなですね、立場の
お仕事をお手伝いさせていただいております。木造のファブリケーターみたいな立場がありますので、材料をいただいたときにどういう加工ができるかということです。少しCAD の中身をデータ分けしていきますと、左側の6つのカテゴリーがありますけども、今までっていうのは大体左上角、直線のものを仕口加工するというものがほとんどでした。今現在も大体8割、9割ぐらいこちらになっているんだろうと思います。で、一方、ここに上の直線のラインを加えていきますと、軸線のカーブ、例えば屋根を丸くしようとしますと、木の加工ってできるわけですが、ディレクションが一つのディレクションで、だいたいカーブが作られるのが一般的です。これをもう少し発展させますと、ディレクションを2つ入れる。山と少し、野球でいうカーブのようなですね、いうようなものも入れていくと、このカーブのようなものができる。またこれを少しねじってみると、ツイストっていうようなことで一番複雑なものができるというようなことになります。これが大体木造の3次元化ということなんですが、右側の写真っていうのが大体、今まで作られたもので、左上は、バンシュゲルさんの方のポンピドーですね。まさしくこれが、このディレクションが2つあるケースですね。で、その下というのが、これはミラノ万博で作られたフランス館の内部の写真なんですけども、これもまさしくディレクションが2つあるケースでございます。で、右側に行きますと、最近この内装で使われるようになった、これは社名も言っていいのかな。ZOZO さん、ZOZO タウン、竹中さんの、現場だったんですけども、こういった北の方は大きい体育館の内部のものですが、これ四日市の体育館なんですけども、極端にこの 3D 化したようなものを内装に配置している。で、右下の方は、平田さんの、設計の新しい提案というようなもののグローバルボールでございます。こんなことが少し楽しげな木造であったらいいなと思っていまして、若い建築家の皆さんがこれから木を扱うとしたときに、きっと設計も楽しくて、できたものが今までないようなデザインで携わっていきたいと思えるようなことになるのではないかと思っています。少し、時間も入ってきてますので、課題はこのまま資料を作っておりますので、後ほど、ご覧いただきたいと思っていますが、外国と比べていったところの下りは少しお話ししてみようと思います。これはまさしくイギリスの案件ですが、イギリス、あるいはヨーロッパ、北欧、あるいはアメリカ、カナダ、北米というのが、世界で見ますと木造化が進んでいて、ビルが進んでいる。ただ一方では不幸にもですね、イギリスでは、木造ではないんですが、高層の集合住宅の火災があった。映像ではなんか、外が炎で包まれているような燃え方をしていた。日本ではあまり考えられない火災のものだったということがあって、木で作ろうと思っている反面、止めようと。それは意匠的に外に燃えるものは貼っちゃいけないんじゃないか。床レベルで、地上18階建て以上の住居系のものは燃えるものを外に使わないようにしようというような法律が今度できてきたりしてですね、実は作ろうという動きと止めようという動きが2つあるというような状況ですね。で、北米、カナダ側に行きますと、カナダは一生懸命頑張っている国の一つではあるんですが、ウッドファーストっていうのが2009年にできてから、その後、カナダ、あるいはブリティッシュコロンビア州あたりの、コードといいますか、法律そのものの中では6階建て、18階建てあたりも普通に作れるようにしましょうというような動きで作られている反面、それを担ってアメリカの ICC あたりも、新たな提案というものを始めまして、表しの提案ということです。日本と大きく違いますのは、ご承知の方もいらっしゃると思いますが、日本でいう燃えしろ設計的な考え方が多いですね。日本のように耐火構造のように燃え止まるっていうことを求めていない。いわゆる、その時間は燃えない。あるいはスプリンクラーで消しちゃおうというような区画の考え方を持っていて、それで、こういった大規模なものに作れるようにしようというように動いているわけでございます。高層化に向かうアメリカ、カナダと、いわゆる規模制限をかけるイギリスみたいな感じでですね、
なんとなく対照的な動きが出てきたんだなというような感じをしております。資料は様々ありますが、各国の状況というのがありますけども、日本と同じで2000年に変わりました性能規定化というような動きの中で世界もやはり同じように動いているということは一緒でございます。いわゆる使用規定ではなくて性能規定に変わっているというような状況ですね。はい。各国大体以上同じだということでございます。少し考えていかなくちゃいけないのは、サステナブルっていうカーボンニュートラルの話はやはりどの国も一緒で、ここだけ最後にお話ししてみたいと思いますが、建築の価値ということで考えていかなくちゃいけないんですけども、木造というのは、鉄とかコンクリートよりも価値が低いのかという考え方がどうしてもそう捉えざるを得ない状況が実はあるということでございます。一方ではカーボンニュートラルというようなことで、いわゆる排出したものを森林で吸収しようというような動きになっていて、建物で使った場合はそれは固定するという固定量の考え方が今示されたわけでございます。木造の場合は、CO2 を建物に木材を使うことで固定する。それを長く使うということが非常に重要なポイントだということで、それを、やはり評価する。建物の価値として評価することが重要だろうというような動きが日本でも今後始まるだろうというようなお話でございます。火の使い方の提案も少し今回回答として入れております。ここが結構大事なんですが、左側の方にはその耐用年数という考え方と、いわゆる建物の価値を決める固定資産という考え方の実は表も実は一生懸命作ってみたんですが、木造が反面有利だなっていうようなことも実は示せている表です。いわゆる固定資産の目減りというのは、鉄とコンクリートよりも木造の方が早いので、資産額は早く、計上できるものですから、そこで、メリットが示せるというようなことの話でございます。ただし、経済性を語るには、作るときの価格と運用するときの価格が2種類あるだろうというように思います。こちらの方も少し入れておりますが、木とコンクリートのハイブリッドの提案ですね。先ほどもお話ありましたけども、木造はこんなところまで今新しく開発されていることで、何も木だけ、コンクリートだけではなくて、部品ごとも様々なハイブリッドがあってはいいのではないかというお話です。これから木造を進められようとする方いらっしゃると思います。最後にお話ししてみたいと思いますが、木造、木質を決めた、最後の決め手というのは何なんだというようなことでアンケートを取ったデータでございます。青色が不動産デベロッパーさん、で、設計者さんがちょっと緑色っていうことです。どちらかというと設計者さん側が快適性とかデザイン性とかコスト、加工性なんていうところによってますが、不動産側、どちらかというと世襲になりたいとなる方は、コストがまず予算内であるということとか、あるいは社会貢献がやはり重要だというようなところのラインが多いというようなところでございます。これは私どもが見たところでございます。最近やはりいろいろな方が木造を決める決定要因というのは様々ではありますけども、木造にしたいという方がやはり増えているというようなことだろうと思います。はい、ありがとうございます。私のお話は以上です。ありがとうございました。1時間しようね。はい。失礼しました。ありがとうございました。はい。足立さんありがとうございました。非常に興味深い話で、我々の質問にも丁寧に答えていただいて、それでありがとうございました。それでは、ここからは質問を受け付けたいと思って
ているんですけど、今日ちょっとなんか YouTube の方にいっぱい入られてしまって、こちらの Zoom の方に入っている方が少ないようなんですけれども、もし発言されたい方いれば、挙手をしていただければと思います。いかがでしょうか。もしいなければ、まずちょっとそのご講演者様同士で、ちょっと他の講演者の方に聞いてみたいこととかですね、ちょっとあればお願いしたいと思うんですけども、海老沢さんなんかどうですか？すいません、いきなり。僕、やっぱり最近は三菱地所側でいろんな建物に木造化をしたいので、いろんな人向けに、こんなことしませんか、あんなことしませんかっていう話をよく差し上げるんですけど、やっぱり事業者特に収益上げてなんぼのオフィスやってる方からすると、どうしてもやっぱコストの話ばっかり出てくるので、今回ご紹介いただいたプロジェクトの、ざっくりとしたコスト感みたいなものをもし差し障りのない範囲で教えていただけると助かりますが、いかがでしょうか。はい、大林文之です。OI プロジェクトに関しましては、ちょっと純木造であるというところと、自社の研修施設ということで、木造以外にももう、あらゆる自社技術を導入して、やってます。ですので、もう、工事費っていうのは、ちょっと言えないぐらい、高くなってしまってるんですけれども、それは決して木造だからっていうわけではなくて、そういった、コスト感にはなってます。で、これはあくまで、挑戦的なプロジェクトでやってしまおうっていうことですので、今後お客様に売り込んでいくときには、やはり、いろんな手で、価値に見合ったコストで提案できるようにっていうので、会社の中のいろんな部門で取り組んでいる。私さん、まず、私どもの立場からしますと、お客様の要望に応えたい。まず第一義的に思うんですが、それの答えがちゃんと導いているかというと、実はなかなかまだ導けてないところがありますが、先ほど資料でもちょっとお示ししましたように、設計者と、いわゆる接種になります、不動産デベロッパーさんの、提案とその決定要因の認識にちょっとずれもあるんだなという話も少ししましたけど、まずコストが合っている、あるいはそれを進めているデベロッパーさんの社会的貢献責任とかですね、いうようなところのバランスもあって、最近地方で作ってます建物ですと、大体その地域の、いわゆる事務所賃貸料から導くコストっていうものが、例えば示せたときに、東京都とか仙台とか福岡とかもちろん違うんだろうと思います。大体、今試算してます、提案してます中ですと、鉄骨で作る場合の、同じようなケースですと、大体同じぐらいの仕上がりになっているなと思っています。ただその時のものっていうのは、どちらかというと先ほどのように木質感をしっかり表せてっていうことではなくて、構造体が、鉄骨が木に変わって、それを囲っていくという、一番オーソドックスな作り方で比較した場合、いわゆる木造だから木を表そうというようなことだけではない。構造体が、鉄が木に変わったというような提案の中のレベルで見ると、ほぼ大体同じぐらいのアベレージで提案できているのではないかなと。いろんな規模の建物をやられている。木造の、日本における、木造の最適な規模感というか、これ超えていくと
すげえ単価跳ね上がって、お金が急に爆裂しちゃうんだよな、みたいな、そういうスパンの話だとか、回数とか、なんとなくその辺の感覚ってあります。多分、方法的に言ったら軸面が分かりやすいと思うんで、幅が大きくなったり、回数の壁が重なっていく。単純に引き抜き力が大きくなって、接合部が大きくなってっていう部分が結構出てくると思うんですね。だってそうなってきますと、やはり構造体だけのバランスとか、例えば全体の当時から見ますと、7分の1、6分の1ぐらいで構造体を収めたいと思っていることが合わなくなるラインって、やっぱり普通に組んだらある。例えば軸で柱張りを組んでブレースで作るっていうような形からすると、今回7階建てをやってみたんですけれども、それもかなり厳しい、実は思います。作るときに。コストも。ただ、製材で今回チャレンジしてました。大体そんなに変わらず、合わせることができています。やはり木造で単純に幅と高さで組んだ場合、どうなんでしょうか。もう少しやってみないとアベレージがわからない。やっぱり10以下ぐらい、7、8、9ぐらいが3メーター、3メーターいいかなと思って。できるだけ31メートル以下で収めるぐらいの、いわゆる設計範囲でも変わってくる。ぐらいの感じもやっぱりある。その時に使用される部材のメインで、中断面修正材以下ぐらいにされる。そうです。なんか僕が今まで携わってた時と、やっぱ6メーターを、スパン的には死守していくと、おおむね、あるいは中断面なのがはいで、やっぱ6メーター超えて8メーターとか10メーターになっていくと、大断面修正材の領域に入ってしまって、どうしても部材の製造単価が急に倍ぐらいになっちゃったりとか、急に木造の単価が倍になっちゃうんですよね。なんか壺何万円ぐらいの躯体のお金だと思ってたら、プランがでかくなってたりすると、急に木造の金額自体が倍になるとか、で、結局は大断面になると工場によっては何ヶ月納期かかりますとか、想定がはちゃめちゃに崩れていくラインが結構あるのかなと。もしなんかそういう皆さんに参考になるような例があれば、少し今回 OI 計画とか、どれぐらいのリードタイプが必要です。リードタイプ。要は、立て方始まりますっていうのから、いつ、要は、結構というとロールはい。いや、結構ね、すいません、ちょっと数字出ればいいですけど、でも思ったのはですね、修正ですと、ユーザーさんおっしゃるように、例えばラミナが210で収まってれば、幅はぎなし、二次接着なしで作れるものができます。で、これが単純に300になった瞬間、リウェ単価が倍になるという話です。で、ただ、東和プロジェクトグループの LVL で作っているためにですね、ロスなく、例えば大きく、例えば600幅で作って、必要な300、300に切り分けるっていうことが LVL できます、ね。UV 単価がいきなり跳ね上がるってことはない。あとはその奥行きの厚みの問題が先ほど実験された話になる。いわゆる、ああいう再構成材様々あるんですけど、LVL って、もしかして好きな、ロッドを作って、ある程度ブドマでよく、やって使ったらです、意外と流米単価と同じでいろんなラーメン使える。奥行きは、私どもでもさせていただいたように、それは接着剤だけではなくてですね、最近ですと、合わせ柱とか、複合圧縮材に例えばして、ピースで使うとか、ベルトで見るとか、様々な工夫をしていても、特におっしゃるような断面が太くなったら上がるっていう世界にはならないと思います。大規模で LVD とか、例えば CLT とかですね、そういうものを複合的に接着剤を使わない作り方みたいな。先ほどの組材っていうのは、そういうことに考えているところが、実はあるので、抑えようとすると、
いろいろ今ディスカッションしていただいたんですけども、会場にもですね、いろんな方々いらっしゃいますので、会場からもコメントをいただきたいと思います。まず最初に、これ結構コード設計なんですけども、熊事務所のですね、青木さんがいらっしゃいますので、ちょっと衣装設計の方から見たですね、この構造取り組みというところで、ちょっとこう、なんかね、ご発言いただければと思います。事務所の青木と申します。よろしくお願いいたします。ちょっとすみません。構造に関してはあれなので、もしかしたら、外れかもしれない。ちょっと、先ほどの質問と若干被るかもしれないんですけど、やっぱり、我々衣装設計者だと事業者側ともお話しする機会が、やはり多いということで、やっぱり木とか、今の CLT とか使っていきたいという話はやっぱり多く出るというのが実情としてありまして、で、実際じゃあそのコスト感をこう見てきたときに、やっぱり、意外と結構高いと。で、補助金入れてトントンになるみたいな場合が結構多いと思うんですけども、先ほどの耐火被覆とかの話で、コストが上がるっていうのは、重々承知してはいるんですけども、今後その木材利用が多くなったときに、その利用が多くなった分安くなっていく、単価が安くなっていくみたいな話が、予測されているのかとか、ちょっとそういう話を聞けたらいいのかなと、あと、海老沢さんの話の中で、その CLT 作るときに使う丸太とか、真ん中の方を強く使って、外は使われない。それは単純にその、なんて言うんでしょう。その CLT としての性能を確保するために、外側はあまり使わないっていう、そういう話なのか。ちょっとそこら辺、外側も全部使えたらちょっと、もったいなくないなとは、ちょっと聞いてて単純に思ったんですけど、ちょっとお話しいただけたら。二つ多分質問だと思います。その件はちょっと後お話しするとして、中性材にしても、LVL にしても、CLT にしてもですね、まず丸い丸太から、修正を作る、CLT を作るってしたときに、100% の断面って実は使ってないわけです。使えないわけです。それは丸が1000円でもまずないですし、楕円から取れるだけ待つと。一番割のいいように聞いておられるので、我々としては多分、何がいいんだろう。例えば修正でも製材でも、大体、そのまま使うものでも大体6割みたいです。1000円に対して6割。4割がまず何かの。で、修正にすると、強度がまた、こう選んで貼り合わせなくちゃいけないので、対象伊藤級でもまだそこに6掛けぐらいなので、大体 35% から 40% ぐらいしか使えてないっていうの。でも CLT はその強度とか様々あるんですけど、2種類あって、通常のラミナを引いてでクロスする。で、埋まりはまだいい。で、先ほどの LVL は、合板と一緒なので、丸を丸で取っていきますから、するところは非常に少ないまま強度を上げられるというところは、まずある。だから、コストを決めるには、まずぶどまりをどうするっていうことも間違いなくあると。で、量を使えば下がるかということなんですが、それは非常にちょっと私ども製造してない中で非常に難しいと思います。ただもう一つ我々考えておかなくちゃいけないのが、先ほど市民のお話ししましたけども、山の立ち木の値段って実は非常に安いんですよ。で、今我々もっと設計される皆さん側で考えていただきたいのは、木を使うっていうことと、山で育ててきたその森林側が伐採したらもう一つ苗木を植えるコストぐらいは絶対必要。それないと、循環型社会であるとか、SDGs の話になっていかないんですよ。ですからそこで高い安いっていう現場の手元の話と、この物の流れの中で結果的には、それが日本の山にお金が戻って、山がハゲ山にならないようなことができているかっていうバランスは今見ていかなくちゃいけない。実は戻せてないっていう現状なんです。で、今、高いか安いかと思うけど、高いと思っている人がいれば、もう1000円払っていただいて、苗木買って植えてください。ということぐらいは実は知っておいていただきたい。
ですから今後下がっていく期待感は持ちながらも、設計する側ももうちょっと川上の話を知っていただいて、伐採したら、取ったら、もう一回植えて、で、取った木は建物に使って長く使っていただくっていうのが今、国の大きい方針の一つでもあるので、そこをまずコストと実際の現状を知っていただければいいなと思っています。少し答えになってなくて、歯切れも悪いんですが、そんな形は。そうですけど、話を伺って、これはそうだなというか、ちゃんと次につなげるというか、植えるのもちゃんと上乗せした値段設定にしないと可能ではない。そうなんですね。はい。今、それを決めるのはもう各生産者がそうですね。サステナブルな話というのが今、循環型の社会の話もしてますし、集成材工場さんも、CLT 工場さんも皆さん頑張っておられるんですが、地元の製材屋さんもおられますし、山に近い方もおられるので、そういったところのものがまんべんなく使えるのが理想ではあるんですよね。ですからもしかして CLT だけとか、LVL だけっていうことでなくて、柱は製材を使っていただいたり、歯柄材はこうしたり、みたいなところが本当は理想かなと思っています。僕ですね。僕は何を答えるのかと。今のお話で若干、ご回答いただいたような気もしたんですけど、なんでそのロスが生まれるのかなっていうのを、私、その中で、僕はやってますじゃないですか。行動じゃですね。面白い話があるんですけど、結局、集成材工場さんとか歩いてて、すげえいい革材余ってるじゃないですか。これ一緒に使いましょうよって言ったら、なんて返事が返ってきたと思いますか？それを仕分けして、そのために売るリンクが足りないから、これはこのまま、端材と一緒に持ってってもらいますみたいなことが実は起こってるんですね。工場って、今の、修正材になる CLT を最適な価格でなんとかコストを抑えて出そうとするための努力がしすぎてるがゆえに、逆に余力がない状態になってるんで、なんか新しいことを始めようと思っても、実はそこにかけれる余力がない状態でもあって、なんかすごいもったいないを実は生んでるっていうのも分かって、なので、メックインダストリーを、やるのもすごいいいことだなと思ったのは、三菱地所がじゃあアセットを用意します。その出口でこんな使い方、あんな使い方できますよってなれば、キー自体がやっぱ使い切れるような発想ができるので、そういう意味でも、建物の中でどういうふうに使えるかみたいな視点を持ちながら工場を運営していくと、そこのぶどまりが劇的に改善できるんじゃないかとか、そういうことを目指しながら、実はその商品開発につなげていったりとかもしているので、結局、使わないところが出ちゃって燃やしたりすると、結局それはカーボン、炭素を排放してしまって、結局は固定して、CO2 の排出削減とか、そういうものにつながらなくなってしまうので、そういうところまで意識してものづくりをしていけると、また何か違うんじゃないかなとか、そういうのはちょっと今意識しながらやってます。いい視点でその戸建ての方。そうですね。はい。あと型枠の方をやってるのは、実はそうやってなかなか使えないところの材を少しでも使えるところに持っていく。ああやって型枠にすることで、いつものようなジャスの縛りがなくなったりとか、なんだったらちょっと欠けてるとこ使ってもいいんじゃないかとか、いろんな発想が生まれてくるので、そういうのにつなげていきながら、ぶどまりを改善して、少しでも製品を良くしていく。で、木を使い切れば使い切るほど、実は修正材とか CLT の価格が落とせるんですよね。今まででそこを安く端材で売ってしまってるから、その分のお金が製品の CLT とか修正材に乗ってしまって高いものになってるんですけど、そこをうまく建築側でこんな使い方できますよって端材をどんどん使えるようになると、実は高かったものが少し安く買えるみたいなことが起こってくるので、そういうのも面白い取り組みになるかなと。あれは仕上げにもなってます。あれはそのまま仕上げにもなってます。すみません、ありがとうございました。青木さん、ありがとうございました。そうですね、最近、非常に大規模な木造建築を設計されている日本設計の中村さん、小泉さんにコメントいただいてもよろしいですか。日本設計小泉ですね。流山で大黒の森の小学校と中学校の看板さんと設計をしています。
両方とも2500リューベイぐらいずつ、1個ずつで使ってるのと、1000リューベイぐらい使ってる感覚で、中村です。本日は貴重な講演ありがとうございました。で、私ちょっと質問というか、今の件はちょっと違う意見を持っていて、実は設計としては十分お金を払ってるって思ってるんです。で、さっきの山の話は、私の認識でざっくり言うと、チップとして売ったら、3500円とか4000円ぐらいで。じゃあ、木材として使うために売るってなると、原木ベースだとおそらく1万3000円くらいです。1万5000円なんです。で、ラミナにすると3万円。製材にしていくと6万円から9万円ぐらいとかっていうので、結構きちんとお金は設計としては払ってるかなっていう感じがしていて、ちょっと構造的に3500円と1万3000円とか1万5000円の間の開きが大きい。で、そこを山側が取るのか、製材側が取るのかみたいな話に話すとなっちゃうんですけど、今ちょっと思ってるのは、さっき足立さんが言われた中で言うと、燃やしてもいいんじゃないのかって私自身は思ってるんです。バイオマスとして燃やすのも決して悪じゃなくて。で、なんかそういう感じで木造をもう少しこう大枠で捉えると、その木構造っていうのは違うのかな。実はちょっと明日会社で話そうと思ってることがあるんです。15万坪ぐらいオフィス床が毎年供給されてる、東京23区。貸付床でいうと、ちょっと50万平米ぐらい。面積。これで27センチの CLT が床板に引けると、それでも15万平米ぐらいなんですね。0.3 として15万。そうすると、結構もっと使うイメージじゃないといけないのかなとも思ってて。だから、少し法が、もう少し木を使いやすくならないといけないのかなと思ってるんです。それでも木使う量って、それだけ木を使っても15万平米ぐらいだから、15万リューベイだから、だからそうだとすると、バイオマスとして燃やすのは悪くはなくて、バイオマスでもらう値段にどれだけ高付加価値の、一般的に言ったら建築の木材分が使えるかっていうようなところで、もっともっと頑張って使わないと、日本の山は良くならないのかなって、この間概数でずっと計算してて、なんかそんな風に思ってる状況があって、でもいくら使っても山が取る金額と、製材側で取る金額とっていうところの分けがうまくいかないと、やってても大変だなと思ってる。最近思ってることは、報道の設計者の方が多い、この場所で言うのは何なんですけど、一生懸命考えなくても木を使えるようになる。ですから私、吉田さんのやってるネットインダストリーの方向性っていうのは、すごくいい方向性で、あんまりみんな決まらずにできたらいいかな。究極言ったら、木造の中に鉄骨のいい空間を作るぐらいの感じで、やれる社会になると、いい社会なのかなっていう感じは思う。今、木造をやるってなると、みんななんか腕まくりしてきちゃう感じがある。確かに。まだ、成長できてない。質問というか、ちょっと僕は違うけど。はい。そうですね。先ほどなんでしょう。そのバイオマス側に回ってるっていうのを、いろいろ見てみますと、すべてB 剤以降、C 剤、D 剤と言われるものが、ある程度回っていって、先ほど残った分とかが回っていく。単純にA 剤で、溶剤で出せるような、チップで回っていくっていうこ
を少し目の当たりにすると、それは全てがじゃない。その地域ではこういうふうになっちゃっている現状があるんだなっていう認識をするとですね、そこはなんとかできればいいな。これ全問全体で見るとそんなにそこが多いわけではない。単純に必要材として使えるのにチップになっちゃうのかなっていうようなところも一度あるし、まあそういう状況があるっていうデータが、おっしゃるようにもっといろんなインフラが設計者の我々が普通に必要なものが必要なものに入ってすごく重要。ありがとうございます。ちょっといいですかね、私。すみません。KDK の幹事やってる多田です。今日はどうもありがとうございます。私も小泉さんの意見と同様でですね、やっぱりこう、木造を、本当みんなが誰もが、こう、RC とか鉄で簡単に使えるようになったらいいなと思ってですね、やっぱり今注目されている高層木造が、まあ皆さん注目を浴びているので、今回企画を立てて、皆さんを、お呼びしてですね、お越しいただきました。そこでですね、まあシェルターさんにはこれからもどんどん、いろいろそういうインフラのしろを、誰でも使えるような、そういう体制にどんどん取り組んでいってもらいたいかなと思うんですけども、一方で、こう、高層木造にやるにあたって、今回、大林、白野さんが、もう、純木造って言った形で、大体11階ができたっていうのは、本当に素晴らしいことだなと思いますし、当然コストは相当かかってるかと思います。まあ、そこで、例えば、海老沢さんなんかこう、いろいろやられててですね、なんかこう、放送にやるときに、まあ、純木造はなかなか難しいんですけど、まあ、ハイブリッド的に扱うっていう、要は、まあ、下部は RC で上部木造とかですね、まあ、コアを RC にして、部分的にこうやっていくとかですね、何かこう、コスト的なメリットとか、設計のしやすさみたいな、なんかこう、木造の使いやすいビルディングタイプみたいなのは何かあるかっていうのをお答えいただければと思うんですが。はい。そうです。まあ、二つ形式を考えていまして、一つは、今の、まあ、ちょっと弊社の話になるので、まあ、三菱地所が手掛けるような、まあ、丸の内でやってるオフィスビル、超高層オフィスビルをターゲットにしていくと、やっぱり床を作って収益を上げなきゃいけないので、建物の中で床のフロア数を変えない形式を考えていくと、どうしても、まあ、大張り自体を木造化してしまうと、配貫通しづらいとか、いろんなちょっと問題が出てくるんで、今一つ、自社設計として検討している形式の一つは柱を木造化します。で、建物を軽くしたいんで、床を CLT にします。で、大張り自体は、鉄骨であるみたいな形式が一つ、形としてはできやすいのかなっていうので、まあ、その形式を今考えています。ただ、そうすると先ほどもちょっとお話ししたんですけど、まあ、100メータークラスになってくるとですね、1階の柱断面で2メーター角ぐらいのカラマツが必要とかですね、まあ、結構なボリュームになってしまって、結果的にはじゃあ日本で2メーター角の修正で誰が作れるのかとか、じゃあ何社ぐらいのメーカーさんに協力してもらって、どれぐらいの日数やっていけば作れるのかみたいなことを追っかけていくと、まあ、なかなかまだまだ現状の供給能力だと、まあ、厳しい状況であるものの、一応100メータークラスの、まあ、そういうハイブリッド形式であれば作れることは見えてきたので、まあ、これは一つ形にできるんじゃないかなと思っていまして、まあ、研究進めていきたいと思います。もう一つの可能性は、やっぱりさっきのメガストラクチャーですね。2層なり3層で、フレームを作って、そこで区画ができるようにして、で、その中を純耐化ぐらいの普通の木造を突っ込めるようにする。まあ、そうすると、テナント入れ替え時にそこの中身ごと取り替えるようなこととかですね。なんか、木造の良さっていうか、軽さとか何かを活かして、まあ、工事しやすいような状況を作るっていう形式も、まあ、超高層だからこそあり得るのかなと思って、まあ、この2つは少し非常に可能性を感じていて、検討しているところです。ありがとうございます。シューサーさんの方でも最初に説明が、クエスチョンのところで、あったと思うんです。まあ、事例紹介が。で、こう、円形の建物で15階建てで、免震プラスのものがあったかと思うんですが、ああいったところは、やっぱり免震をうまく使っていくっていうのは有効なんですかね。まあ、ちょっと正直に言うとですね、経験がまだ薄いために、よくわからないところは確かに実はあるのは、先ほど大林さんも言っておられたように、
重い軽い、まあ上の部分のですね、重い軽いで、まあちょっと結構動きが違ったりするですね。で、鎌ヶ谷の方の設計の方をちょっと見ますと、やっぱりちょっと足元をある程度重くしておかないと、やっぱり免震使っても引き抜きが大きすぎてですね、さっき言ったように木造の高くなる要因っていうのはどちらかというとその引き抜きに合わせるための金物が大きくなったり、接合部が難しかったりする。事実なので。まあ今後やはりそのバランスを考えていくっていうことについてはやっぱり必要なんだろうと。ただ鎌ヶ谷のは円形配置しておりますので、まあ要は四角と違ってですね、方向性によっては、関係なくうまくバランス取れている設計ができているということは言えると。大臣認定とか、そういうところもしてるんですか？そうです。はい。そうなるとなかなかまた、やっぱり簡単に手が出せないというところではないです確かにそうですね。まだまだ少しいろいろやってみないとわからないということがあります。やっぱお会いしましたけど、やっていろいろ、本当にいろんなことを感じましたけど、さっき免震の話なんかでいくと、風と地震と両にらみでいかにこうバランスを取っていくかっていうようなところで指示したんですけど、なんとなくその木造ってやっぱりコンクリートと鉄と比べると、ちょっと、軽さであったりとか、人間のスケールに近い材料なのかなっていうイメージがあって、で、そうするとなんとなく想像がつきやすいっていうところがあるので、経験積んでいけば、バランスが、いろんな意味でコストだとか、その効率っていう面でもバランスのいい建物が練られていくのかなっていう感じているところですけれども、まだまだこれいろんなことを勉強しないといけないな。でも今日も本当いろいろ教えていただいてよかった。はい。加賀さんありがとうございました。また会場から加藤さん、そうですね、こちらの方にお願いします。こんにちは、加藤小田文と申します。実はですね、今、3月竣工で、木造と RC のハイブリッドの、9階建ての、上4層告示の木造で、下は RC5 層の、ハイブリッドの、1000平米ぐらいのちょっと小さい、共同住宅をやっています。で、まあ、その狙いは、耐震の9階建てと同じコストで、120角くらいの住宅の流通材を使って、で、耐震の9階建てと同じコストで免震プラス RC ハイブリッドっていうのをコスト的には、クリアしようとしてるっていうようなものをやってるんです。で、まあ、狙いとしてはやはり上層4層木質化することによって軽量化されて、そこ杭が必要な場所ですけど、1.8 メーターの杭が 1.5 メーターになる。免震のデバイスも一回り小さくなるっていうものを組み合わせて、ともかく、免震の建物を、免震装置のコスタ部分を木造で吸収するっていう、まあ、そんなプロジェクトをやっています。で、その話は、5月ですかね。5月ぐらいにここで、お話をさせていただきたいなというふうに。で、同時に、先ほどちょっと話があった、例えば10層を固定にしたときに、9層までが木造、あるいは、1層が木造っていうような、その何層をこう木造にしていったらいいのかっていうのを少し研究にしていまして、それによって、そのハイブリッドの木質化の立面構造の中での比率の何か最適化みたいなスタイルを、今、早稲田の早部先生と一緒に研究をしています。まあ、その話もその時に、若干お話ができる内容も、あるかなと思っていまして、まあ、そんな話をさせていただきたいなというふうによろしくお願いします。で、まあ、今日ちょっとだけそれについて、それも踏まえた上で、まあ、皆さんに、課題として共有しておきたい、
しておいていただけるといいなと思ってるのは、やっぱ外装材の問題で、先ほど、持続性の話とか、それから建て替えのサイクルの話もありましたけど、木造にとってやっぱり高層部を木質化するときの外装材をどう木質躯体に固定するか、あるいは二次部材がやっぱり出てくるわけですけど、それの普及とか、躯体そのものに対しても、通気、壁内結露とか、通気の問題をどんなふうに解決していくかっていうあたりが、まだまだ、防体化のメンブレーンの話も含めて課題が多いなっていうふうに思っています。で、そのあたりは、本当にその横のつながりを密にしながら、普及対策、あるいは、地震を受けた後の、外装材の緩みですよね。外装材の緩みとか、それのメンテナンス方法みたいなものを、しっかり確立していく必要があるんじゃないかなというのは、以上です。はい。はい。佐藤さん、ありがとうございました。会場ばかりになってしまったので、ちょっと、ズームの方で参加されている方にも、可能であればコメントいただきたいんですけれども、金箱先生って今、受け答え可能でしょうか。はい、可能ですけど。申し訳ないですけども、どうもよろしくお願いします。突然ですいません。今日は興味深い話をありがとうございました。今日は高層の木造っていうことなので、ちょっと話がずれてしまうかもしれないんですけど、ずっと聞きながら思ってたことがいくつかあって、やっぱり何のために木を使うのかっていう話だと思うんですね。で、少し振り返ってみると、日本って木造がなかなか不自由だと言われたのが、1990年代に木造の部分っていうのが起こって、それから木造が始まってきたわけですけど、やっぱり最初は木造はやっぱり、コストがかかってもデザイン的にいいから使おうと言ってきてたと思うんですけど、最近になってとにかく木を使いなさいということで、それで特に低層で規模が大きい建築に木を使いましょうっていうことをしばらくやってきたと思うんですけど、どうもそれだけじゃ足りないから、その都市部の高層建築に今度ターゲットを絞ってそこに木を使えっていう話になってきたような気がするんですけど、さてそうするとですね、その木の使う意味とか目的というのがやっぱり少し違うその風になってきてるんではないかなと思うんですね。で、やっぱり耐火の問題もありますし、それからコストの競争力っていうことを考えると、ちょっとその木に対する我々設計する時の切り口がやっぱりデザインというよりももう本当に純粋に技術的なところに切り込んでいくのかなというようなことで今日は伺っておりました。でも前に日建設計の山梨さんにも申し上げたことあるんですけど、何でもかんでも頑張って木を使って確かその時も1階の柱が2メートル角ぐらいになるんですって言われて、そんな建築って本当にいいんでしょうかって申し上げたことあるんですけど、さっき多田さんがおっしゃったように、やっぱり木造だけにこだわるのではなくて、何かそのハイブリッド的なことを考えつつ、木をどういうふうに使っていくのかと。で、考えてみると、別に構造だけで木を使わなくても、木を使うっていうことの目的、それは今ではそのサステナビリティとか、環境問題とかいうことから言われてるんだと思うんですね。でそういうことに対してもう少し、技術は技術でもちろん今日のお話みんな素晴らしかったし、機会があれば自分もそういうことチャレンジしてみたいと思いますけども、でももともと何のためにそういう木という難しい材料を使ってやるのかっていうことを考えると、もう少しいろんなことを考えながら、これからも設計とかをやっていかなければいけないのかなということを、感じました。感想になりますけど、以上です。はい、金箱先生、ありがとうございました。
はい。そろそろ予定の、19時といったところになりますけれども、あとは、一つだけ質問させて。はい、じゃあ、海馬先生からお願いします。いろいろしたいんですけど、時間ですから、一つだけさせていただきます。こっちこっち。高層建築をですね、あえて、今、金子さんのお話と似てるんですけれども、高層建築をあえて木造でやるということに対して、環境の問題は別として、適材適所というふうなことの観点からすると、あえてそんなことしなくていいんじゃないかというふうな気もするんですが、そこのところはどんなふうに、皆さんの中でこう処理されてますか？それをお伺いしたいと思います。適材適所。そうですね。今回は、もう木造でチャレンジするんだっていう大号令のもとで、とにかくやってみようっていう気持ちでやってたんですけど、やはりやりながら、そういったことは、意義ですとか、いかに、考えながらっていうのが正直なところなんです。その答えはまだ見えてはないんですけれども、一つ、純木造でやりきるっていうことができたので、それを、そこからいろんなことを感じたのを整理しながら、これから続けて考えていきたいなと。なるべく早く回答を出さないと、一時でもブームで終わってしまうっていう危険性っていうか懸念がありますので、そこのところうまくやっていただけると、我々も後についていきたいんですよ。行きやすいんですけれどもね、よろしくお願いいたします。藤沢さんお願いします。そうですね。ご質問ごもっともで、常にその三菱地所がその CAT ユニットを作ったのは、そもそもなぜ事業をするのかという観点からすると、やっぱ儲けるために企業は事業、そのための建物開発なので、無駄にお金を払うつもりももともとないですし、ただこれから、よりベストな建物開発をしていく中で、CAT にある意味では着目して、CAT が日本でどういうことだったらうまく、その今までの建設費と同じぐらい使えるのかっていう R&D を繰り返していって、今得られた結論からすると、こういう耐火規制とかいろんなものの中で、なかなか荒しでは使えない。逆に言うと、荒しで使えて、内装制限もかからない、起伏もいらない状態の準耐火ぐらいの鉄骨造の床に CLT を使う部分においては、割とコストが本当にいきそう。で、かつ、メックインダストリーを作ったのは自分たちが床に特化した CLT を作れば、ゆうべ6万から7万ぐらいで着地できるんじゃないか。そうなってくると、じゃあ今の、150圧ぐらいのコンクリートの床に対して、プラス、平米5000円ぐらいでできるとなると、仕上げがなくなった時に、ある種バーターでできるんじゃないかっていうのに、見ることができたので、そこに向けてそういうものも始めましたし、でもやっぱり型や構想、超構想を見ていくと、とてつもないコスト像が出ていく中で、より機能、いい使い方が何かないのかっていうのを模索していきながら、ああいう型枠の形で、起伏がいらないところで気を使うみたいな形もトライしました。で、今、さっきの少しページの話近くなってくるんですけど、やっぱ無理やり木造化しなくてもですね、今、毎年6階建て以上の建設の延べ着工面積って1800万平米ぐらいまだ6階建て以上ってあるんですよ。じゃあその3分の1ぐらいを背筋付きの型枠に置き換えるとですね、25ミリの厚みなので、600万平米仮に型枠が利用できると、型枠だけで実は15万リューベの木材使用が実は埋めたりもするので、1棟で頑張って、じゃあ2000リューベ木を使いますとかっていう世界ではなく、使いやすい木のアイテムを作ることで、そうやってみんなで全国で使えばそういう使用量も埋めるので、そういうことも、三菱地所グループとしては考えながら、開発を続けているところになります。これは単に型枠なんですか、僕は。そうです。型枠兼仕上げ材の。はい。耐火を考えまし
たのがですね、まあ、考えたというかですね、実験をしようと思いましたのが、平成の13年、14年ぐらいだったんです。ご承知のように、2000年度に、性能規定下になったときに、なぜ木造で耐火の実験をしようと思ったのかっていうのと多分似てるような気がするんですけど、当時も社内でも燃える木で、なぜ耐火構造を開発する必要があるのかというように、まあもちろん社内でもありましたし、社外もそう思ってましたし、試験場自体も木造の耐火の試験ってどうやるんだすらわからない、規定すらない時代でした。で、ただ、それは会社の論理は先ほど海老沢さんおっしゃられた通りだと私も思います。正直これ木造じゃなかったら多分私どもここにもおりませんし、登場もしてません。で、木造でする目的っていうのは会社としては、いろんな意味で、適材適所もいろんなことも考えてですね、木材が使える環境を最大限考えていくというようなことが一つの。その意味では、耐火構造もやはり追求してましたし、今結果的に使ってますのは石膏ボードに木を巻いているというのも一つの実は結論でして、いろんなやり方を実はやってきました。もう木だけで耐火構造にできるような実験もしたんですけども、高額で、まあいわゆる販売するということから言うと高額するという、これは開発に至ったとしても使えない。というようなプロセスの取捨選択やりながら、実は今のものに、まあ、なってきているみたいな。まあ、これからというようなこともそうなんですが、まずいろんな建物のいろんな部位で想定すらできなくて、その場でまあ、否定されるような部分もあるかもしれませんが、やっぱり10年、20年のスパンで見ていきますと、それもやらないと、いいかどうかは特の判断ができない。私どもとしてはいろんなチャレンジはしていき耐火の問題で、先ほど、ボイドバリーの考え方と、燃えしろ設計の考え方、2つあると。どちらの方を手に置くしてますか？私は、基本的には両方なんですが、先ほどあえて海外の紹介を申し上げましたのは、日本以外のところはほぼ大体、燃えしろの時間を見て設計する。で、合わせてそれは2時間の燃えしろなんていうのは、当然スプリンクラーが動いてれば速攻で消せますので、そのバランスっていうのが実は必要なので、技術で開発できるのは確かに耐火なんです。一社で考えられる。今の機器。ただ、準耐火、スプリンクラー、区画なんていうことは、法律が変わらないとできないことでもあるので、今後そういう方針があって、まあ、避難っていう考え方とか、火災の考え方が正確に、指標化できるものであれば、これは、個人ではなくて、この業界として、そういう方針を世界の水準としてですね、なればいい。だからそういったことはぜひ皆さんでちょっとご協力いただきながら、両面をですね、これやっていく必要があります。すみません。時間が伸びてますね。いえいえ、すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは時間になりましたので、最後にですね、斉藤先生からコメントいただきたいと思います。斉藤先生、お願いします。皆さん、パネラーの皆さん、今日はありがとうございます。このKD 研、パート1とパート2となりまして、今日のイベントは、パート1ということでですね、まあ、できるだけ最新のプロジェクトを通してですね、いろんな問題点であるとか、あるいは様々な分野、例えば建築、デザイン、エンジニアリング、ファブリケーション、あるいは施工等のですね、いろんなその共同のありようっていうんでしょうかね、そういうものをできるだけ、お披露目してもらおうということです。ただまあ、テーマとしては本当に難しいというか、いろんな切り口があってですね、もう一つの見方だけでももっともっと議論が必要だと思いますが、まあ今日はとにかく最初のこういう
話題をですね、ざっくばらんにやっていただいたことが、とても意味があると思います。それで、たまたまですね、今、中村昇さんから、建築技術に書きました。小泉さんと中村さんはじめ皆さんが、多層木造建築物の現状整理というのを出してくれまして、早速これ勉強しなくちゃいけないんですが、今日のお三方の、非常に幅の広く、サジェスションに満ちた話がですね、参考になる。こういう勉強の会がですね、とても必要だろうというふうに思っています。で、僕自身も木造っていうのはそんなに、今は手がけたことはないんですが、たまたま最近、オリンピックで、有明の体操競技場っていうのを日建さん、清水さんとやらせてもらいました。で、それを見るとやっぱりヨーロッパをはじめ海外のですね、木の、高層建築っていうのが、どちらかというと、やっぱりコストっていうんですかね、床をそういうもので簡単に足場しに作っていくとかですね、そういうところがかなり強く出ている。でそれはもちろん一つの大きな理由なんですが、やはり日本人っていうのは、日本っていうんでしょうかね。ちょっとやっぱり非常に独特な文化、伝統があると思うんですね。で、木っていうのはやっぱり木質感っていうんでしょうかね。それを非常に大事にする。ですから、それと構想はどうつながるかということの時に、また一つこの日本は非常に地震国であるし、台風があるという外覧が非常に厳しいわけですね。で、加えて今度はやっぱり法規的な問題がですね、まだまだ未成熟だろうということと、それから、やっぱり山にお金を落とすというテーマもですね、非常に大きな問題。でこれは本当はもっと国策的にですね、国を挙げてやることがとても大事だと思って、それを民間だけにちょっと委ねているところがですね、問題ある。やっぱり日本はこれだけ唯一木資源が豊富なわけですから、やっぱりもっと国が挙げてですね、こういうことをやってですね、もっと自由な発想できるような、そういう日本独特のやっぱり発展の、契機が生まれてこないとダメだろうという気がするんですね。そんなことで今日は、今日これから、どういうふうにしたらいいかという考えるきっかけになってですね、一つのムーブメントがこうできるようなことを、期待しながらですね、終えたいと思います。先ほど加藤さんもちょっとお話ありましたけども、まだまだいろんなチャレンジングな切り口でですね、今、プロジェクトは進行です。この際、思いっきり木をいろいろやっちゃおうかっていう気もしますんで、またご参加いただければありがたいなと思っています。ということで、次回のご案内も山田さんがやるかな。はい。ということで今日はありがとうございます。山田さんお願いします。では次回もお伺いします。はい、次回の経理研ですけれども、パート2ですね。パート2が3月19日、土曜日ですね、14時から、奇跡のプロジェクト、代々木とシドニーをめぐってということで、斉藤先生にご講演いただきます。はい。あと、今度はパート1の方ですけれども、今度はですね、歴史的建築物のリノベーションということで、今、4月23日の土曜日、14時からということで予定しております。で登壇者の方は今調整中ですので、またご連絡するようにいたします。はい。以上ですね。はい。以上になります。本日は長い時間ありがとうございました。お疲れ様でした。で、